もうまさしくはい、デビッド・ボーイ今回ですね。そうですね。それをコンセプトに据えたのがこの作品ですね。なるほもう生きてる人に何かをもう見せなければいけないということをすごい強く思いましたね。今回のピックアップアーティストはヤン・ボーさんです。お願いします。よろしくお願いします。ヤン・ボーさんです。ヤンさんは中国湖北省ご出身、10歳で宮城県に移住され、2019年に東京芸術大学大学院を修了されています。これまで音楽をはじめとしたポップカルチャー、そしてその需要に関わる距離感をテーマにしたペインティング作品を制作。地理的には遠くに存在する人物や出来事をモチーフとして取り上げながら、心理的には親密なものとしてポップカルチャーを受け止めてきたそうです。ポップスターの肖像、それらが登場するシーンと自身の生活風景とを交ぜ合わせた独特の世界観を作り上げています。もうまさしくはい、デビッド・ボーイ今回はですよね。そうですね。なんかその僕が美術とか、こういった表現とかを始めるきっかけというのが憧れっていう気持ちから始まっていて、すごく、その中で、一番というか、デビッド・ボーイがすごく大事な存在であるので、結構よく書いています。これが3年前かな、とかでこれが先週とかすごいちょっと時間を置いててもこう継続して書いているモチーフですね。音楽に対してのそのなんていうか距離感というか、はい、それがその絵画にその落とし込まれていく。ご自身のその音楽っていうものとのそのなんか距離感っていうのはどういう感覚なんですか？憧れっていうところから始まってはいるんですけど、なんか憧れってつまりはこうコンプレックスでというか、なんか憧れが強ければ強いほどすごいって思えば思うほど自分は絶対それになれないっていう感情が同時に絶対にあって、そのなんかこう気持ちの行き来というか、それの最中での感じたこととかをこう絵にしていくっていうことをやっていますね。コンプレックスを舞台に上げたらそれはロックになる、でこれは大月健二の言葉なんですけど、なるほど。それでなんかその上げる手段っていうのは、僕にとっては絵かなっていうところから、今のやり口に落ち着いているというところですね。ちょっとこっち見ると違う色もあるんですけど、結構緑の印象が強い感覚が若干あるんですけど。そうですね。音楽という軸もあるんですけど、一応僕の生活っていうことが、本当の根底にはあって、でそうした時にやっぱり最近はその自粛生活だとか、そういうところやっぱり無視できなくて、ただそれの中の入ってる絵とか結構フレッシュな緑というか、それになんか明るいピンクとか合わせてたりするんですけど、うちにずっとこもってると、なんかその色がちょっとこう鬱憤じゃないけど、なんかそのちょっとこの重さが入ってきたのが最近ですね。なんかモチーフの扱いとかは相変わらず軽やかでいきたいんですけど。もともと中国の生まれなんですか？はい、10歳で宮城に移って、そうです、はい、なんかそのある距離から何かものを見つめて、それを近くのものとして捉えていくというか、こう受け入れていく感覚みたいなものっていうのは、そのやっぱ自分自身のそのなんていうかバックボーンというか、そういうものもやっぱり影響している感覚ってあるんですかね？それはもちろんあると思います。そうですよね。なんかその、一応その中国出身というところで分かりやすい他者性はあるけど、なんか体験として一番こう面白かったのが、その来たばっかの時ってその言葉が通じないっていうことがすごく重要でというか、なんか小学校の時とか割と中国でなんか勉強できてた方なんですけど、それで国語とか得意だったけど日本に来たら何一つ伝わらないみたいな、言葉ってなんかすごく信用ならないやつだなみたいな気持ちになったりして、文字を使った作品っていうのが結構多くあって、その信用ならなさといえば、これは大学院の修了作品なんですけど、この展示のタイトルが「Oh, I'm pissing in the river」っていう、川でおしっこしてるっていうことなんですけど、これってもともとパティ・スミスの歌詞からの引用で、これとこの次のやつがペアになっていて「Forever」で「and ever」っていうのが。両方ともすごく大きいんですよね。高さがこの2点はそうでしたね。何メートルぐらいですか？あれは。これはでも3メートルないぐらいですね。
卒業制作とかって結構みんなそういうがっつりやってきてて、まあ、毎年何千人と美大生っていうのが卒業していくんですけど、まあ、まさにその中にいる一人として、まあ、川でおしっこしてるようなもんだねみたいな、なんかそういうことを思ったりしてて、ちょっと自重に似た視点も、まあ、この内容には込めたものでしたね。結構全面的に文字で表現することも多いですよね。そうですね。皆さんの場合でこれに関しては、2016年の1月にそれデビッド・ボーイが亡くなるんですね。なんかその時思ったのはまあ、すごく強く憧れてはいたんですけど、死んでしまったからなんか僕はこれから、まあ、頑張ってどんな作品作っても、まあ、ちょっと有名になったりしてもデビッド・ボーイには絶対見せることができない、っていうことをそこですごい思ってしまって、それの後にじゃあ僕はどうしたらいいんだみたいな気持ちになったりして、そこでやっぱり生きてる人に何かをもう見せなければいけないっていうことをすごい強く思いましたね。それでこのイギー・ポップっていうのはデビッド・ボーイの友達っていうか、彼はまあ生きてて、まあ、イギー・ポップに手紙を書こうっていうことを思って、それをコンセプトに据えたのがこの作品ですね。なるほど。その柱とかをギターの塗装にしたりしてて、そうなんだ。これ不思議なあれだなと思ってたけど、イギー・ポップ別にギターのイメージは強くないんですけど、なんかその芸大の壁って4メートルだったんですけど、その壁より大きいのを作ってやろうと思って、でそうすることで大きくて壁に立てかけられないっていうことが起きて、そりゃそうですよね。そうだって天井より高くしてんだから。それでなんかこう、まあ、ある意味こうなんだままならなく斜めになってるとか、なんかそういったところにすごく、まあ、結構リアリティを感じたというか。切実だね。なんかそうですね。まあ音楽との距離、そしてまあそれが絵画っていうものに落とし込まれるっていうのをこれからどう展開していきたいっていうイメージってありますか？基本的になんか視線の持ち方ですとか、なんかスタンスはそんなに変わらないとは思いますね。その最初に言ったやっぱり憧れでやってるっていうことが、まあ、逆に言えば自分でやりたいこととかメッセージとかっていうのがないんですよね。まあデビッド・ボーイもまあこれを作ったけれども、それをもう彼が見ることはないっていう思いがあるっていう、ある距離を縮めたいという感覚が、この思いを誰かに届けたいっていうその距離があるからこそ、その発するエネルギーがあるっていう感じがするんですけど、距離は詰まるとは思ってないですね。なんかそれすごくなんかじゃあ届けられない人はこうやっちゃいけないのかとかって言ったら絶対そうではないっていうことは言いたいですね。なんか気持ちあったら届けるってすごくこう素敵で当たり前の話なんですけど、なんかそれがそんなにこう効果を持たない場合になんかどんなことができるかっていうことはこれから結構大事なテーマなんじゃないかなと思ったりしてて、なんかまあ自粛生活とかも含めてよりそれが強調されたとは思うんですけど、随分僕はもうヤンさんのその距離感が染み渡ってきてるんですけど、まあなんか卑屈ではあると思いますけど今回じゃあお時間なのでそうそうとさせていただきます。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ヤンボーさんの作品はミートやアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてください。以上ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。